ナチスドイツ滅亡の真実。第1回崩壊の序章。第二次世界大戦末期のドイツ。260万人の兵士が命を落とし、数千万人の市民が苦しんだ人類史上最悪の戦争、第二次世界大戦。その狂乱の震源地、ナチスドイツはなぜ、いかにして滅び去ったのか。絶望的な戦況の裏で指導者たちは何を考え、国民は何を見たのか。今回から始まるナチスドイツ滅亡の真実シリーズ。第1回は勝利を信じ続けた帝国がいかにして崩壊への序章をたどったのか、その内側に迫ります。戦況の悪化と国内の疲弊。1943年2月、極寒のスターリングラードでドイツ第6軍が壊滅。これは東部戦線におけるドイツの潮目が完全に変わった瞬間でした。以降、ソ連軍は猛攻を続け、ドイツ国防軍はかつてないほどの死傷者を出していきます。ヒトラーはスターリングラードを死守するよう命じましたが、補給の途絶と極度の寒さにより多くの兵士が命を落とすか捕虜となりました。1944年6月、今度は西部戦線で連合軍がノルマンディー上陸作戦を敢行。Dデイとして知られるこの史上最大の上陸作戦で、アメリカ、イギリス、カナダの兵士たちがフランスの海岸に殺到しました。これによってドイツは東西両面作戦を強いられることになり、兵力と物資は分散され、戦況はさらに絶望的なものとなります。そしてドイツ本土への空爆も激しさを増していきます。イギリスとアメリカの爆撃機はドイツの主要都市や工場を標的に昼夜を問わず絨毯爆撃を浴びせました。ドレスデン、ハンブルク、ベルリンなど多くの都市が瓦礫と化し、数十万人の市民が命を落としました。しかし国民は報復兵器である V1、V2 ミサイルへの期待や最終兵器が勝利をもたらすというプロパガンダを信じ込ませられていました。国内の混乱と指導部の迷走。戦況が悪化する一方で、ドイツ国内でも様々な動きがありました。1944年7月20日、ヒトラーを暗殺し、戦争を終わらせようとするヒトラー暗殺計画、通称7月20日事件が実行されます。しかし、これは失敗に終わり、関与した多くの軍人や民間人が厳しく処罰されました。この暗殺未遂事件以降、ヒトラーはさらに盲信的になり、現実離れした命令を下すようになります。ヒトラーの側近たちも真実を伝えることを恐れ、報告を歪曲するようになりました。国民は戦争の長期化と疲弊に苦しみながらも、強制的な動員と国家社会主義の思想統制によって戦争を続けることを強いられます。老兵、少年兵、女性までが戦場に送られ、国民突撃隊としてドイツ防衛の最前線に立たされました。資源は枯渇し、兵器の生産も限界を迎えていました。にもかかわらず、ヒトラーは地図上の紙切れの部隊を動かし、存在しない師団に反撃を命じるなど、完全に現実と乖離した世界に生きていました。地下壕の奥深くで彼は外界の惨状から隔絶され、ただひたすらに勝利を信じ、狂気を募らせていきました。指導部内ではすでに権力闘争と内部対立が激化していました。ヒトラーの求心力は低下し、側近たちはそれぞれの保身や戦後の主導権争いを画策し始めていたのです。このような迷走する指導部のもと、ドイツはまさに奈落の底へと突き進んでいきました。
スターリングラードでの敗北からノルマンディー上陸、そして苛烈な空爆、ヒトラー暗殺計画の失敗と指導部の迷走はナチスドイツを確実に崩壊へと導いていきました。プロパガンダによって覆い隠された現実、そして指導者の狂気は一つの国家を破滅の淵へと突き落としていきました。ここまで見てきたのはまさにその序章。次回はいよいよ連合軍がベルリンに迫り、第三帝国がその最後を迎えるベルリン陥落の真実に迫ります。ナチスドイツ滅亡の真実、次回もぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。